何の匂いかはちょっと伝えづらいんですけど、いや伝えろよってね。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカシヌピーです。今回はこちらですね。ちょっと前に紹介したんですが、これじゃない、こっちアイリスオーヤマのリンサークリーナーですね。 RNS-P10W という新しく出たものを何日か前紹介させてもらったんですが、その時はもう一つの RNS300 と比べてどういった違いがあるのかっていう動画になっています。まだ見てない方はそちら見てもらいたいんだけども、今回はその時に紹介し忘れていたことが一つあって、それがこちらノズルですね。前にやった時はこのブラシ付きのノズルを使っていたんですよ。けどもう一つ入っていて、このブラシが付いていないただ吸うだけのやつがあるんですよね。でもだいぶスマートになってるんですよ。これね使わずに紹介しちゃったので、今回はこちらのノズルとブラシのノズル両方ちょっと使いながらどういった違いがあるのかやっていこうかなと思います。それと歌マロね購入したので、ちょっと歌マロを使ってやってみようかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。このノズルね、これを今から使っていくんですが、これちょっとね撮影する前に使ってみました。僕的にはこのヘッドめちゃめちゃ使いやすい。もう一個のブラシタイプより使いやすいと、今からどの辺が使いやすかったかお伝えしていけたらいいかなと思います。でまあいろんなところやっていきたいんですが、ここ結構ね汚いっぽいんだよね。なのでちょっと肘掛けのところを一回やってみようかなと思います。はい、そしたらここですね。わかるかな、この汚れどこまで落ちるかわからないんですが、この汚れを落としていきます。で今回こちら歌マロクリーナーを使っていきます。でこの歌マロクリーナーっていうのは最近すごく人気で、めちゃめちゃ汚れが落ちると。ちなみにね一回使ったんですよ。歌マロクリーナーもすごいよ。そしたらやっていきます。ちょっと最初に軽く水で濡らしました。で歌マロクリーナーこれつけます。あ、もうすごい汚れ落ちてる。でこのノズルのいいところはすごいスマートでめちゃめちゃ吸ってくれる。もう一つのブラシも一体型の方はちょっとね大きいから小回りが効かない、細かいところがうまく当たらなくて吸いがねなんか弱い時もあるんですよ、その場所によってはね。けどこれはどの場所でもある程度一定に吸えるっていうか、吸うことに結構特化してるね。そこはねすごくいいです。そしたら吸っていきます。めっちゃ汚いの吸えました。でこれね水をねある程度かけながらじゃないとやっぱりその洗剤っていうのが残っちゃうので、ジャバジャバは言い過ぎだけどある程度かけながら吸っていく。で、何回もこのリンサー系の動画では言ってるんですが、吸うけど完全に表面が乾くっていうことはないので、乾燥させるっていうよりかはその汚れを吸い取っていく。で若干表面は湿ってます。なのでこの辺はねちょっと注意しておいた方がいいかな。じゃあもう少しやっていきます。もうこれだけでもねだいぶ綺麗になりました。けどこう洗剤がね残るんですよ。これをちょっと水をかけて何回も吸っていくみたいな感じですね。僕はちょっともう一回ぐらいやっておきたいので、もう一回歌マロクリーナーいきます。ブラシがついてるノズルだとこういう風にちょっとこすりながら一緒にできるんだけども、これ別々の方が僕は使いやすいかな。この間もブラシついてるタイプでもこういった別のブラシを使ってこういう風にこすっていたので、それを考えるとこのブラシなしの吸うことに特化したヘッドっていうのは間違いなく僕向きです。吸っていきます。はい、こんな感じですね。ちょっとまだねこの洗剤が残ってますね。残ってるなって感じたらもう一回水で吸ってあげる。湿ってるけどだいぶ綺麗になったのがお分かりいただけると思います。どうでしょう。さっき言ったみたいにこの吸うのがすごい効率が上がったっていうか、めちゃめちゃ
吸ってる感あったの分かります？ブラシ付きの方も吸ってるんだけど、あそこまでっていう感じではないんですよ。僕はねこのヘッドめちゃめちゃ好きです。特にね黒いシートとかだとパッと見汚れてないように見えて汚れてるんですよ。さっきのはまあ汚れてるの結構一目瞭然だったんだけども、気づかないようで汚れているので定期的にお掃除してあげるようにしてください。はい、そしたら続いてこっち側のシートいきたいと思います。でこの辺ちょっと今濡れちゃったんだけども、逆止弁みたいなのが欲しいな。このホースにちょっと残ってるのが逆流して出てきちゃうんですよ、この汚い水が。吸った時だけこう開くみたいな、そういう逆止弁があればよかったなと今思っちゃいました。そしたらまあこのシートやっていきますね。やっぱりねその歌麿のみだと泡泡になりすぎちゃって全然その泡を吸わない感じがあるので、僕はちょっとある程度濡らしてやりたいなと思います。あんまビチャビチャやんない方がいいとは思うけど、歌麿クリーナーいいな。汚れも落ちるし、これ匂いもいいんですよ。爽やかなグリーンハーブの香り。このやり方が一番正しいのかは僕はよく分かっておりません。そしたら吸っていきます。汚ねえしめちゃめちゃ吸うの分かります？ノズルちょっと変えてみよう。ちょっとノズルって言ったりヘッドって言ったりややこしくてすいません。同じです、僕の中では。あ、汚ね。こっちのノズルでもね結構やっぱ吸うな。吸うけど操作性がやっぱ分厚いんですよ、この厚さの違いで。こっちの方が僕は操作性がいいな。でブラシを使ってないのでなお僕はこっちの方がいいなって思います。めちゃめちゃ汚いな。もしかしたらねこんなねビチャビチャやんない方がいいかもしれない。逆にその汚れが中に浸透しちゃって中のスポンジに汚れがつくっていうこともあるので、そこら辺はねちょっとやり方ある程度考えた方がいいけど、僕はガシガシタイプなのでガシガシいっちゃいます。続いて屋根の方をやっていこうと思います。で一番最初に少し使ったって言ってたのがこの部分ですね。ここはねまた違うんですよ、結構前にやった部分で。今もう完全に乾いています。どうです？違いますでしょう。新品はあの色なんですよ、新品っていうか元はね。であとはこれはヤニ汚れですね。これはもうやりがいありますよ。こことかやっていこう。この時に重要になってくるのがなんかスプレーボトルかなんかで水をかけられるようにしておいた方がいいです。僕ちょっと今噴霧器持ってるんだけど、普通のスプレーボトルに水を入れるだけでも十分です。その理由がアイリスオーヤマのこのリンサークリーナーで水をかけます。わかりますかね？かかるんですけどちょっと水が勢い弱いんですよ。で下にちょっとビチャビチャ垂れてきちゃうので、こういうもっと霧状のやつでやってあげると垂れにくいです。あとマスクした方がいいですね。上は特に洗剤とかが顔にかかったりしちゃうのでちょっと多めにつけて、歌麿クリーナーをこのブラシにつけます。これもこうつけてもいいんだけど上にね下に回ってくるんですよ。なのでブラシにつけてあげた方が僕はいいかなと思います。一気にガシガシやっていきます。歌麿クリーナーはねちょっとハマったかもしれない。最悪。リンサー内の泡なんですが、この歌麿クリーナーはこれ結構泡すごいじゃないですか。長時間使ってると泡ですごいブクブクなってきます。長時間やる場合は泡がどこまで来てるかっていうのをタンクを見ながらやってあげた方がいいです。でこういったグリップとかは外してあげた方がこの中とかも綺麗にできるので外してあげた方がいいですね。ちょっと今回はざっくりどんな感じかお見せするためなのでそのままちょっといっちゃいます。で前の動画でルークリー洗剤がそもそもすごいじゃんみたいなコメント入ってたんですよ。その通りなんですよ。でこのリンサーはそれを吸ってくれるっていうところ、リンサーで汚れを落とすっていうわけではないんですよね。
だから結構ね、水とかでもいいんだけども、汚れはね落ちにくいです。やっぱりこういう洗剤とかを使わないと。あとアルカリ電解水とかか、そういうのがまあおすすめって書いてあったけど、この洗剤に頼るっていうのはすごく重要です。これはまあどのリンサーでもそうかな。よし、そしたら吸っていきます。ホースが今車のフロアのところに置いてるんですが、これも届きません。なのでちょっと上に上げてあげるしかないです。これがねちょっと僕ホース短いなって思ってるところは、これ今シートぐらいですね。それだったらまあ届きます。まあこんな感じでだいぶ綺麗になりました。でこれでもちょっと泡が残るんですよ。なのでちょっと水をかけてあげて、ゆすぐではないですけどやってあげた方が僕はいいと思います。でちょっと気になったところをまたこすってあげて、でまた吸ってあげます。この切り返しですね。逆止弁欲しい。やっぱまた垂れたよ。で今ちょっとね泡が満杯になってきたのでお見せしておこう。現状こんな感じです。満水の線がここですね。もうほぼ泡を含めたら満水のところにいます。この状態でスイッチオンします。わかります？泡がぐるぐる回るじゃないですか。そうするとこの下のところから漏れてくるんですよ。これなんでだろう。ほらほらいっぱい出てくるんですよ。これ多分ここにちょっと穴があるんですよ。でここに回って入るとここから出てくるんですよ、汚い水が。でそれがこの中を通ってここから排出されちゃう。通常は多分こんなことないんですよね、この満帆になんなければ。だから泡が入ってるとわーってここ巻き上がってこの下から出てきちゃうのでびちょびちょになります。そこはね注意した方がいいね、これは絶対に。はい、とりあえず一旦はこんな感じですね。途中なんですが時間がないのでここは後日やろうと思います。で向こう側は今回アイリスオーヤマの RNS-P10W というリンサークリーナーと歌マロクリーナーを使ってお掃除したところです。ここまで綺麗にすると奥の隙間の部分、バイザーのところとかね、この辺ちょっと見えにくいんだけどもできてない部分とかがちょっと気になってくるので、もっとしっかりいろいろ外してやっていきたいなと思います。とりあえずまあめちゃめちゃ綺麗になりますよといった感じですね。そしたら最後にお水を捨てて終了ですね。相変わらずすごいな。でこれは洗ってください。あんだけしかやってないのにこれですよ。でこれさっき漏れるって言ったんですが、ここから泡が入り込んじゃうと吸気の方から出てっちゃうんですよ、水が。で一応ここになんか浮きみたいのがあるんですよね、この白いのが。これがこう水入れていくとこう浮いてくんですよ。でもっと入るとこうピタってなるんだけど、これが満水までいかないと開いてるんですよね。けど泡が多いとここからブクブクこう出てくっていうのと、あとさっきどうだったかわかんないけど、この水を入れるのを何回かやってたらたまにね引っかかってこれが上がんない時があるんですよね。こういった感じでここら辺ちょっと注意した方がいいかな。はい、本当に終わりです。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はアイリスオーヤマのリンサークリーナー RNS-P10W のヘッドですね。これがブラシタイプではなくすごいシンプルな吸うだけのやつ、これがあったことに気づかなかったので使ってみました。使ってみた感想で言うと、僕個人的にはこっちの方が全然使いやすい。やっぱこのブラシがある分すごいでかいんですよね。だから操作性がこっちに比べると悪いけど、こっちはまあブラシもついてるのでそのブラシでこすりながらっていうこともできるんだけども、僕は他のブラシでバーってやってから吸うだけに専念した方が使いやすいなと思いました。めちゃめちゃいいです。僕はもうずっとこれかなっていうぐらい僕はこっち派です。であとはちょっとここ気になるなって思ったところが、このホースの汚れが特にこっちだと気になったんだけど、汚れた水が逆流して戻ってきちゃうっていうのも、その角度によってちょっと溜まってたのがバーってこう出てくることがあるんですよ。なので逆流防止のなんか弁がここら辺についてたらいいなとは思います。あとはこのタンクですね。洗剤とかを使うと泡がすごい泡が出ないやつの方がいいですよみたいなことを書いてあったんですよ。そう、おすすめは重曹とかアルカリイオン水だ。泡が結構出るやつは適さないって書いてありますね。
それはクリーナー内部に泡が侵入する恐れがある。確かにそうなんだけども、やっぱ泡があった方が汚れは落とせるけど、泡がひどいとここから吸うところがあるんですよね。で下からね、この汚れた水がこうバシバシこう出てくるんですよ。なのでもう一段階別のなんかサブタンク小さいのでもあればいいかなと。あとはやっぱホースかな。ホースもう少しね長いやつがいいかな。取り替えられるとかだったらなおいいかな。あとその上やるときね、自動で出てきてくれるんだけども、あんま霧状じゃないので逆に帰ってきちゃうことがあるので、そこら辺は注意しながらやってもらいたいなと思います。総合的にはめちゃめちゃ良かったです。あんだけ綺麗になったので僕は大満足で、この動画を見ていろんな人が多分いいなと思って買おうって決めてる人今いると思うんですよ。それはすごいありがたくて、もしかしたらアイリス大山さんからシノピーさんのおかげでみたいな連絡がもしかしたら来るかもしれない。だけども一旦落ち着こう。めっちゃいいんだよ、めっちゃいいんだけど一旦落ち着こう。やっぱ僕はね、あくまでもねその消費者側の立場にいたい。概要欄にリンク貼っておくけど一旦落ち着いて。やっぱりリンサーって前も言ったけど小さいものではないです。金額も1万6000円から7000円ぐらいします。もし買ったらどれぐらいのペースで使うかっていうのをちょっと考えてもらいたい。年に1回しか使わないとかだったら、僕でもいいからちょっと一旦相談してください。この動画を見ていいなと思ってそのテンションで買っちゃうとあんま使わないじゃんっていうなっちゃうかもしれないので、そこら辺はね一旦落ち着いて考えてもらえればいいかなと思います。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。また来週。